始まりました。今回はダスクモーンが発売されますということでダスクモーンの登場したデッキの8体の雑感のいつもの回なんですが、はい、おすすめの登場したデッキおすすめしていきたいと思いますので、まず8体をご紹介させていただいています。まず1体目から。1体目は覆いを貫くものアミナトゥになります。この人も火失ってるんですね。失ってるんですね、確かに確かにエスパー4マナの24でして、あなたのアップキープの開始時に重宝2を行います。これかなり偉いです。で、あなたの手札にある各エンチャントカードはそれぞれ奇跡を持つと。で、その奇跡が4個数少なくなるということで、手札にあるっていうのは引いた瞬間に、手札にあるので、それは公開しなきゃいけないと思うんですよね。奇跡で使うなら。で、奇跡起こせるということで、はい、これどんな感じになるのか、だいぶ調べたんですが、難しかったですよね。こいつ正直、今回の8体の中では、一番よくわからない。どうしようっていう。奇跡どうやって起こしたらいいかわからないというよりかは、奇跡を起こして4コス下げるエンチャントでどうするっていうね、問題がありますよね。まあ、重いエンチャントっていうのがあんまりいいのが、しかもそんなのばっかり詰めたら当然デッキもなくなるからさ、だからといって入れなかったらっていう話になっちゃうし、まあこのデッキの中にはなんかちょっと重めのクリーチャーエンチャントが入ってた感じだったんですけど、それを並べて殴っていくみたいなカジュアルデッキなんじゃないかみたいなこともあったんですが、じゃあ今ふと思ったんですけど、奇跡普通に入れるって可能性ありますよ、もしかして。それは可能だよ。それはもちろん可能。それ結構確率的には高いですよね。そうね。はい。奇跡のカード、奇跡を起こしやすい構成になるから当然単純にエンチャントじゃない奇跡の呪文も、使いは安い。例えば一番いいと思ったのが、コマなんですよね。コマがサーチしてくるじゃないですか。で、相手のターンでもコマだったら奇跡が起こせるということで、コマが多分一番有用になってくるんじゃないかなっていう感じにはなりますよ。どうしていいか分かんないので、もしかしたらワンチャンなんかの俺らの知らない情報であり得る可能性もありますよね。だからどうするか分かんないですが、奇跡で起こしてエンチャント探してみたら楽しいかもしれないので、やってみてくださいっていう感じになります。じゃあ次いきます。次、その相方、鍵の王。なんだそれっていうね。なんだそれエスパー3マナの X です。で、33飛行です。こいつが場に出たとき、これの上に11カウンターを X 個置き、X の2倍に等しい数をミルする。で、墓地にある各エンチャントカードが脱出を持つと。脱出コスト、そのエンチャントコストプラス3枚追放するということですよね。で、脱出できると。で、最初パッと見て思ったのが、多分殴りジェネラルなんじゃないかなと思いまして、オーラを落として、落とすかどうかわかんないんですけど、オーラをつけていくじゃないですか。落としてもいいですよ、もちろん。で、つけていって、こいつが流されたり、除去されたりとかした時に、また出し直して、で、オーラを墓地からつけることができるというアイデアはどうかなと思ったんですね。そしたらティームさんが古きもののまといみっていうカードで全部戻せるじゃんっていうことで、これ殴りジェネラルなんじゃないかなと思ったんですけど、そうするとしかし X のところは何にも使ってはいないという問題が。いやでも、ちょっとマナコスト重く出してめくらせるっていうことも別に。ふと思ったんだけどね。なんですか。この X の使い道に関しては、これ無限マナだと思うんだけど。なるほど。無限マナに行くと。無限マナすると当然セルフラブラリーアウトじゃないですか。確かに。で、脱出エンチャント持ってるから動くしたいかなんかでオラクルすればいいんだけど。なるほど。なるほどね。無限マナで勝てる構成ではあるんですね。一応。確かに。そう言われるとそうですね。強い構成になって楽しそうでも、基本でも殴っていくソルダーツをかける、チャンスあればそういう動きも可能っていう感じかな多分。このエスパーは
こんな感じになります。はい。で、次の色に行きましょうか。次の色は、ミドクロ。ゴルガリ。はい。うちの、苦手というか確かに苦手ですよね。ちょっとゴルガリの修練度足りなくてさ、ゴルガリはもう墓地利用しかしないイメージなんだよね、完全に。ただ、今回のゴルガリは、結構おすすめですと、いうことになります。はい。まず、身勝手な日和見主義者、ウィンターさん。4マナゴルガリの2号です。はい。で、接し。はい。これが攻撃するたび3枚ミルします。はい。で、紅葉を持ってまして、終了ステップの開始時に墓地に4種類以上タイプがある紅葉を達成してたら、望む数のカードを追放していいと。望む数っすよ。でそれをパーマネントを最終カウンター置かれた状態で戦場に戻す。これなんで望む数を追放するんですか？最悪全部出せますよね。それらの中からパーマネントカード1枚を望む数を追放してパーマネントカード1枚なんですか？そうどういうこと？そうだからどういうことってなったんだけど今望む数全部出せるわけじゃないんだ。出せるわけじゃないんだよ。1枚を最終カウンターが置かれた状態で出す。もうよくわかんないんだよ。その違いは何なんだろうみたいな。誤色かもしれないかよくわかんないんですがまあ1個だけ出せるんですよね、おそらく。1個だけ出せる。まあでもいいですよね、これ。すごいシンプルな効果。シンプルに。ただのマジでシンプルな釣り竿ですよ。ゴリゴリで、これ接しだから通るだろうし、3枚見るして、釣ってどんどんパッティ出せるわけですから。パッティだよね、どう考えても。ヤニなんだから。今回はほら、スーパークソーモデーモン出ましたから。出ましたかね。みたいなやつとかね。みたいなやつとかね。出しちゃって、楽しそうですよね、5、6で。ザ・ゴルガリだよ。ゴルガリですよね。ウィンターさんはそんな感じです。で、次なんですが、こいつはかなり楽しそうでした。これいいな。興味深いですね。キシムス引き先口になります。もう全然わけわかんないけどね。どういう名前なんだと。5マナのゴルガリで55です。威迫と到達を持ってます。で、こいつが戦場に出たとき、および、あなたが2種類以上のカードタイプを持つカード1枚をプレイするたび、2種類。これはしかもプレイするたびね。プレイするたびです。例えばアーティファクトクリーチャーとか、アーティファクト土地とかですよね。エンチャントクリーチャーとかをプレイするたび、各プレイヤーはそれぞれ飛行を持つ22の鳥クリーチャートークン1体をタップ状態で生成する。で、このゲームの間、それらのトークンは思想される。そうですよ。これやばくないですか？これ面白いよ。これめっちゃ楽しそう。これめっちゃ楽しそうっすよ。これは面白いよ。これミドクロで思想デッキっていうのは初めてなんですよ。確かにね。そうなんですよ。思想デッキではないんだけどね。色が違うんですが、ちょっと楽しそうだなっていう。これだからパーティーの主役とかみたいなもんだよね。そうですよね。いっぱい他のところに出てきて。いいですよね。これ楽しそうなんで。これ継続的にしかも当然出せるわけだから。もうなおすぐアーティファクト土地とかプレイしたりとかするだけで、トークンこれ1ターンに1回とか制限かかってないで、これフィニッシュはどうするんですかねふと思ったんですけど。それはちょっとおいおい考えていただいて。おいおい考えていただいて、その辺はね。ただ楽しそうだなっていうことでやってみたいなっていう感じになるんですかね。ただ相手にサクリ台があると無力っていう。ただ楽しそうだなっていうそんな感じになります、ミドクロは。で次はシミックになるんですが、シミックは謎の解明者ジモーンになります。4マナ33で上陸であなたがコントロールしている土地一つが上陸しましたと。そしたら、トップを4時する。4時じゃないです。戦慄4時。あ、戦慄4時、ごめんなさい。何が違うんだって話なんだけど。戦慄4時しました。で、そうでないなら、戦慄4時しないなら、あなたがコントロールしているパーマネント一つを表向きにしていい。そうだよ。このターンにこの能力が解決されたら戦慄4時するだから、1回目は戦慄4時なんだね。で、2回目以降の上陸は表向きにしても良いなんだよ、これ多分。なるほど。だから2回目以降に上陸したらってことは、それが表向きにするってことなんですね。なるほど、なるほど、なるほど。っていう意味でしょ、これ。で、戦慄4時っていうのは、一応トップを2枚見て、1枚裏向きで戦場に出して残りを墓地に
ぼっちに置くそうだよっていう戦慄用事なんですね。なるほどなるほど。だから必ず表にしたいのであれば、2回は上陸しないといけない。なるほどなるほど。ちょっと難しいです。でもかなり強いそうですよね。要は上陸デッキですよね、完全にね。上陸デッキ完全に上陸デッキだから上陸してるだけで、カードは増えてくしそうアドですから基本的には上陸でアドだから、シミックとしては結構強い目ですよね。ただ追加土地セット権がこいつ自体は持っていないから、フェッチとか以外は、結局なんか追加土地セット権のカード自体を入れとかなきゃいけないね、こいつはね。かフェッチを切るかどっちかってことですよね。これ多分無限上陸ではいけないですよね、今の話だと。いけないね。いけないですよ。だから4時は1回目しかできないからってことですよね。そうね。無限上陸はいけない。けどでもカジュアルだったらこれ結構普通にこれ結構カジュアルめな策だと強いと思うこれ。結構強いですよね。どんどん戦慄用事してって表にできるから。例のごとくコーマとか戦慄用事して。もっとでかいやつ戦慄用事してもいいですからね。でも穴も風伸びてく分にはね。確かに。戦慄用事できなかった手が来ちゃったやつ出しゃいいんだよね。めっちゃシミックっぽくて。シミックっぽいね。かなり楽しそうではありますよね。で、そのもう一体の相棒の方なんですが、今度は堕落した記憶キアンになります。キナンではありません。キナンではありません。こいつは4マナの22です。で、まずちょっと分かりづらい能力なんですが、パワーが偶数だったらこいつがですよ、クリーチャーでない呪文を瞬足を持ってるかのように捉えてもいい。パワーが奇数だったらクリーチャー呪文を瞬足を持ってるかのように捉えてよい。で、カードを1枚引くたび1時カウンターを1個置く。あなたが。つまり、コアトル内臓。デカブツですね。デカブツやばいっすよね、これ。化け物っすよ。まあですよ。例えば、選別されたスフィンクスとか置いといたら、こう、すごいことになる。選別されたスフィンクス置いといたら、すごいパワーになりますよ。今まで、コアトル内臓の逃走者っていなかったじゃないですか。多分いないと思う。多分いないと思うんですよ。だからコアトル逃走者だったらいいのになと思ったことあったんでこれとんでもないパワーとタフネスになって殴りに行けますよねこれ。トランプルつければ、トランプルつけるのも容易だし、それを守るための打ち消しも当然豊富に入るわけだから。そうですよね。これ出して守ってるだけでワンチャン、とんでもない化け物になる。化け物にはなるだろうけれどもね。アドは取れるわけじゃないんでね。上の2つの能力は調整して使えばっていう感じなんですかね。構えたいものを構えられるパワーの偶数か奇数にしといて、その計算が狂ったらばなんかちょっとワンドローとかして調節してっていうような。都合よくいくかな。いやそんな都合よくいきますかね。僕の感覚だと上と2つはもうどうでもいいんじゃないかと思ってるね。これ一番下の能力だけでもう殴るだけの感覚で、上はなんかおまけかなぐらいの、そういえばできたなぐらいの感覚になりそうな気がするんですけどね。まあそんな感じになりますかね、シミックは。楽しそうですね、シミック。で、最後、なんとラクドスになるんですが、化け物です。見た感じはラクドスのやつらが普通に強いよね。一番強そうですよね。まず片方いくんですが、魂の突き引きバルガボス、言いにくいバルガボスですね。神々じゃないですか。よくわからないね。でこいつの能力がやばいです。ラクドス4マナ44飛行5砲2点。そこまではね、まあ普通ぐらい。5砲2なんてほら言うてね、どうでもいいいるかなぐらいの。対戦相手が自分の各ターン内で初めてライフを失うたび、こいつの上に11カウンターを1個置き、あなたはカードを1枚引く化け物です。これはね、あなたはカードを1枚引くはどう考えても余計だよね。本当っすよね。これだってあなたはカード1枚引くなくても強いですよ。正直。そう思うよ。だから余計なんだ。カード1枚引くっていうところがクソ強くなっちゃってるけどみたいな。これ強すぎないですかこれ。いや相当強いと思うよ。相当強いですよねこれ。守る手段は
ないかもしんないですけど、この逃走者を、なんだろうな、ライフを削れるカード、例えばランドスルーツとか、イオノズとか置いて、1点こうダメージ与えるターンごとに引けるわけじゃないですか。そうね。で、11カウンター乗る。別に殴りジェネラルとしての意味はなさなくてもいいと思うんですよ。そもそもドロー能力がめちゃくちゃ強いから。強いし、あとしかも5点とか6点とかで殴っていけるだけで、それだけで十分ダメージの削れる点数的には高いじゃないですか。かなり強い。ランキングも上の方に入ってきそうな。この2色でドロー能力高くて、だから確かにラクドスの統率者としてもかなり上の方に来ると思う。かなり強いですよね。こいつは強い。でこいつは別に、そしてさっき言ったようにライフを失わせる置物とかで減らすのももちろんいいけど、仮に何も来なかったとしても、土地からダメージ受けたり打ち切って、するだけでもこれ誘発しちゃうんで、やばいですね。ほぼ各ターンに1個誘発しますね。合流点とかでイニシエの噴霧とかでやばいっすね。そうなんですよね。その指輪とかからね、ダメージ受けて指輪とかやばいっすね。これやばいっすよ、このカード。これやばい。はい。一応その相方の方がちょっとやりたいと思ってまして、苦痛の王という名前なんですが、5マナのラクドスの55威迫です。まず対戦相手ライフを得られません。はい。で、ナチュラルにしれっと困る子が書いてあるんですよね。で、プレイヤーが各ターン内の自分の一つ目の呪文を唱えるたび、そのプレイヤーでないプレイヤー一人を対象とする。そのプレイヤーじゃない人。この記載微妙にミソだからね、これ。これはつまり、1対1になったら違う。そのプレイヤーでないプレイヤー一人なんで、重い呪文は唱えてねって言ってるんだから、これは。なるほど。なるほど。唱えるたび、そのでないプレイヤーを対象として、その対象としたプレイヤーに、その呪文のマナソウルに等しい点数のダメージを与える。やばいですね。そのプレイヤーでないっていう一言書いてあるかどうかで、これ全く意味が違うんで。確かにね。だから、軽い呪文、いかなくても他の人だからいいかってなるってことですね。これやりてえ。これ一番やりてえな、今回。楽しそうっすね。これだからある意味思想されてるのと一緒っちゃ一緒なんだよな。重たい呪文を唱えるモチベーションが与えられちゃうんで。確かに重たい呪文唱えてもごめんなさいって言いながら。でも相対的に選ぶのは僕ですからね。相対的にはこの人のコントローラーが有利になってるだけなんだけど。ヘイトを買うのは俺が選んでるから、だからでかいの取れてもいいかってなるってことか。なるのよ、これ。面白い。面白いですね。面白いよね。これちょっとやってみたいですね。そしてあとなんか一人勝ちそうだったりしたらさ、その人にね、その人にぶち込むんで言えばね、重い呪文みんな唱えてくれますから。確かにこれすごいぞ。これ革命的だぞ、このカード。でこいつはほら発生源こいつだからってこいつだから倍にしたりとか倍にしたりとかできますから。できますから。そうですよね。反射とかもできます。既存反射とかしちゃって発生源倍にすると大変なことになると。面白いでしょ。面白いですね。今回のサンマの倍にするやつ、戦闘ではないダメージだからこれ。なるほどなるほど。これいいよ。いや、いいっすね。これいいっすね。こいつが一番僕は欲しいです。そんな感じで8体ご紹介させていただきました。どれが一番良かったですか？そうね、気になるので言うと、ゴルガリの2体目。なるほど。僕はこのラクドスの2体目。初心者におすすめなのはどれですかね？シミック系はいいんじゃないですか。これシミックの先制表示するやつ結構分かりやすい。呪文は結構ね、素直に強いいいカードかなと思います。そうですよね。そんな感じで一応紹介させていただきましたんで、あと今回からですね、ちょっと方針が変わりまして、フルスポが今公開されてるタイミングでこれ撮ってるんですけども、今回からリクエストのコーナーが復活することになりまして、
どこでも大丈夫ですんで、動画でも大丈夫ですし、Twitter のとこでも大丈夫ですんで、リクエストをコメントいただければ、1個その中から採用させていただきまして、1個だけ。ダスクモーン収録のそうです。はい。ダスクモーンの中から1体、リクエストいただければ、その中から1個採用させていただきますんで、リクエストをなんか指定していただいて、できればなるべく細かく指定していただいて、これでこんなんでこういうリクエストがいいっていうので、例えばできるだけ強くお願いしますとか、1万円でお願いしますとみたいなリクエストいただけると、その中から1個採用させていただきます。お願いします。あと、チャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。